こんにちは、僕です。砂漠、ラクダ、世界一のタワー、ドバイの旅、それでは行ってきます。長い1日目、スタート。僕たみ。今回はシンガポールからエミレーツ航空を利用してドバイへ向かいました。シンガポールの空港、チャンギ空港については別動画でも紹介しているのでご覧ください。エミレーツ航空のエコノミー窓側3列席に3人で座りました。枕、ブランケットとヘッドフォンが準備されています。画面はこのような感じです。日本語の映画やキッズ動画、ゲームもできました。 BF タイプのコンセントもありますが USB ケーブルで充電できるのはいいですよね。好きな動画がない場合を想定して iPad などに動画をダウンロードしておくのもおすすめです。機内では子供用に可愛いエコバッグと塗り絵をいただきました。離陸して2時間くらい経つと軽食のパンとチョコマフィンが出されました。1時間後に子供のご飯が出ました。さらに20分後に大人のご飯も出ました。体感は夜中2時のご飯なのであまりお腹が空かない。ドバイ空港には4時40分頃到着しました。降りてから入国検査まで結構歩きました。驚いたことに入国審査でパスポートを返してもらう時にゴディガのフリーシムを1人1つずつもらえました。知っていたら事前に eSIM の契約をしなかったのに。タクシーでホテルまで行こうと思ったのですが僕とパパは電車が好きなので世界一自動運転走行距離が長いと言われるドバイの地下鉄に乗ることにしました。始発は5時。スイカのようなチャージできるカード発行の機械、チケットのみ発行の機械と分かれていることを知らず今回はチケットを発行しました。ゴールドチケットを購入したので先頭車両に乗ることができました。ちなみに普通チケットだと400円くらいだそうです。この日のドバイの日の出は6時くらいなのでまだ真っ暗です。空港から15分くらいでドバイフレームが見えてきました。さらに5分進むと未来博物館も見えました。空港から30分、ブルジュハリファも見えました。さらに15分、空港から45分くらいで今晩宿泊するホテルが見えてきました。シェラトンモールオブジエミレーツホテルドバイ。エミレーツモールと駅と直結のホテルです。この変な建物はスキー場です。3日目に行くので別の動画で紹介します。チャンネル登録をしてお待ちください。駅から歩道橋、モールを抜けてホテルへ向かいます。モールには入れましたがさすがに開いているお店はなくガラガラでした。それでも外を歩くのは大変なのでモールを通過できるのは助かります。ドバイモールのような広さはありませんがそれでも十分すぎるくらい広いモールです。4くらいは普通にあります。後日地下のスーパーで食事やお土産を買いました。駅直結のモールとホテルありがたや。朝6時15分にホテル到着しました。チェックインはできましたがさすがにまだ部屋には入れないのでロビーで作戦会議です。時差のせいで体感は10時なので元気です。まずタクシーに乗ってアトランティスホテルを見学することにしました。ここから 15km ほど離れているようです。タクシー配車アプリはカリームを使いました。ウーバータクシーのような感じです。もちろんウーバータクシーも使えますが若干高かったのでドバイでは地元のタクシーアプリカリームが良いと思います。場所と値段が分かった状態で乗れるので本当に便利です。だいたい1000円くらいだったと思います。開発が進んでいますね。今進んでいる道はパームジュネイラとイリアシの木のような埋め立て地の上を走っています。これから行くアトランティスホテルはパームジュネイラの一番先っちょのところにあります。見た目からわかるすごいホテルや中で少しカフェをしようと思ったのですがまだ朝が早すぎたのでホテルの敷
ないと言われました。残念。近くに時間を潰すところもなかったので、少し道を戻ってカーム・ジュネイラの中心あたりにあるナキールモールへとやってきました。フォトスポットラッキー。地元スーパー的なところが空いていたので寄ってみました。日本のカレールー発見。なんと 16.50 ディラハム。グラムは1キロで 36.25 ディラハム。値段も気になりますが、アラビア数字の難しさに驚きです。カフェが開いていたのでまた作戦の練り直しです。このナキールモールには展望台もあり、カーム・ジュネイラを一望できるようです。9時オープンなので少し時間を潰せばいけないこともなかったのですが、パパが高所恐怖症なこともあり断念しました。登った方はぜひ感想を教えてください。本日2回目の鉄道に乗ります。カーム・ジュネイラを通るモノレールです。ナキールモールが駅直結だったので助かりました。5歳以上の子供、110センチメートル以上の子供は料金を取られます。僕大きくなりました。アトランティスホテルまでのモノレール料金10ディラハム。電車好きな僕とパパ、先頭座席に座れてご満悦です。ヤシの木状になっているのが目で見るとわかるのですが、カメラだと少しわかりにくいですね。ぜひ実際に目で見て確かめてみてください。アトランティスホテルだ。終点はホテルのすぐ近くです。先ほど入れなかったアトランティスホテルに早速入ります。少し前にパパがここでカフェをしたというのでついていきます。右手に見えるのは水族館。宿泊していなくても見ることができます。宿泊者は無料で見れるようです。この辺りにパン屋さんやアイスクリーム屋さんがあります。奥に見える出口からはプールに行くこともできます。今回はプールに入る予定がなかったのですが、結構いい感じです。気になる方はぜひどうぞ。お昼には少し早いので目の前の海に行こうと思ったのですが、堤防があって行きにくい。というわけでジュネイラビーチに移動。時間つぶし。この後のランチがすごいからチャンネルそのままで。僕たみ。ほら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 、見た目すごいでしょ。ティッシュがいい感じに邪魔しています。なんとこのランチホテルの中なのに船に乗って移動するんです。エスニックな雰囲気。タイ料理のお店でした。メニューをもらってどれにしようかと迷っていたら、乗っているものが全部運ばれてきました。全部前菜です。これだけでお腹いっぱい。次にメインです。デザートです。ジュメイラあるカサーというホテル内にあるタイ料理屋さん。めちゃくちゃおすすめです。予約が必要なのでお忘れなく。さあ、お腹いっぱいになったのでドバイモールに向かいます。ドバイモールは世界最大のショッピングモールで、サッカー場約200個分の広さがあるとかないとか、とにかく広いようです。早速アイススケート場がお出迎えしてくれました。滝、巨大な水槽。ここは水族館らしいのですが、普通に無料コーナーだけで十分楽しめます。気前が良すぎる。17時、旅の疲れと体感は9時なのでドバイモールを見て回る元気がなく、魚に癒されていました。ドバイモールに来たら見逃せないのがこちら。
ブルジュハリファ。西日が眩しいぜ。いろいろ展望スポットがありますが、今回はアップルがあるところから出たところにある橋から眺めました。ブルジュハリファは世界一の高いビルで、高さ828メートル、206階建て。展望台だけでなくレストラン、ホテルや居住エリアもあります。登りたい気持ちと怖い気持ちが入り乱れます。怖い。橋を渡ったところにあるショッピングモールに入り、ブルジュはリファが見えるレストランかカフェを探しました。今回訪れたのはこちら、レバノン料理屋さんです。6時から30分ごとに5分くらいの噴水ショーがあるので見逃せません。近くにいると噴水の高さを出すためか花火レベルの発射音です。18時、レストランから18時半は橋から見ました。終わってホテルに着いたら8時くらいですが、時差のせいで体感12時なのでもうクタクタです。ホテルに着いたら寝てしました。明日ドバイ2日目はスキーと砂漠ツアーに行きます。次の動画でお会いしましょう。2みたい。いいよ触って。2。ああそうそう2みたいね。なんだこれ。バラの花だよ。だけど海は？海？海ではない。どうやって言ってるわ。